いい作品になるやろぐらいのレベルの練習の仕方してて、場当たりの練習とかしてるんですよ。めっちゃ悔しい。悔しいね、やっぱ。なんかこう味わえた。なるほど。あ、ええなっていう。バスターは、ジャパンダンスディライト、優勝するために発足されたチームですね。ディライトのためにショーケースもそのためだけに作る。年間通して例えば予選出るんやったら予選ネタ作って、ファイナル通ったらファイナルのネタ作って、全てをダンスディライトっていうものに対して注ぎ込んだチームです。もうなんかショーケースのためにショーを作るとかっていうのはもうほとんどしてこなかったです。もう5年連続ファイナリストになって、5年目についにねボリューム21で優勝したけど、この5年間の道のりとかっていうのは。いやー、そらね大変でしたね。そうですね。でも一発目にポンっていけてしまったのが、まあきっかけやった。ディライトマガジンに載るとか、そういう喜びをかみしめる一発目のジャパンファイナル、そしてファイナルのステージ、記憶ないみたいな。まあ1回目は記憶ないジャパンあるある。まあ布団の上で踊ってる感覚になるっていう。最初はもうわけわからん。ジャパンっていうものに出れた2年目になって去年よりも上の感覚で踊りたいとか、気持ちよく踊りたいみたいななって、で3回目は結果欲しいよな、特別賞の何でもいいから、なんか表彰台呼ばれたいっていう感覚なんで、もうラストになるともう優勝しか見えへんみたいな、なんかこう全部ステップアップしていくんですけど、5年間かけて優勝ネタを作ったみたいなところが、なるほどなるほど。ナチュラルにそうなったっていうよりも、そのジャパン優勝するためにこういう風にやっていこうっていう、ほんまにしっかり考えて作っていったようなチーム。なるほど。まあ優勝ネタでね一番印象深いのはハット飛ばしで、そうですね。ズッチーがね、はい、そうです。そうキャッチする。野球部やったんで。なるほど。全然踊り関係ないんですよ。ダイビングキャッチできんじゃん。もうそういう発想ない。そんなんばっかりでした。踊りは結構映像見てくれて分かった。シンプルなんですよ。結構ベーシックな部分で勝負してて、むしろそこに対して個性が出るようにというか、めちゃめちゃバチバチ揃えてとかっていう感覚のチームじゃなかったんで、絶対そうなチームですね。そういう個性っていうものを生かし、誰にも持ってない色を出すには自分らのやりたいことを、おもろいなと思うことを詰めてやりたいなと思って、コンテストに対してはすごい真面目でしたね。マイナスの要素全部削っていくっていう練習をしてたんで、ね、5年かけてマイナス要素を削って集大成がボリューム21でそれでしょ。小学生でも絶対いい作品になるやろぐらいのレベルの練習の仕方してた。場当たりの練習とかしてました。例えばスタッフの人が「はい、じゃあ今から場当たり始めます、何分測ります、スタート」みたいなとこから僕が MC して場当たり用の音源も作ってました。ピッ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 っていうタイミングからそのやりたい場所の音源だけ流して終わった、次ピッピッっていうのを2分やったら2分のパッケージを作って、素晴らしいな。それを音源でめちゃくちゃ戦略的やね。それでうまいこと言ったら本番絶対うまいこといくっていうのがあったんで、不安な要素ゼロにすることによって自信がプラスになっていくっていう、加算されていくみたいな感覚でやってたんで、ただちょっとでも不安要素パッて出てきたら崩れるんですよ。それが全くなくなるレベルまで練習し尽くすっていう。なるほど。技術的にうまいチームはたくさんやっぱジャパンっているじゃないですか。もうすごい境地でやってる人ばっかりなんで、そこで勝てへんくても自分らの中のスペシャルな部分をとことん突き詰めてやるっていうところでやると勝てるんじゃないかな。ローバットの方がチーム歴長いんですけど、2003年ぐらいからやってるんで、神戸の地元で活動するためになんかやろうやっていう、もう結構緩い感じで始まってる。と久江とその後輩の倉子っていうその子の大学のダンスサークルの学祭で踊るってなって、その後輩から声かけて「一緒に踊ってくれませんか?」おいいやん、おもろそうやからやろうや。で3人で始まった。チームメイトどうするってなった時にたまたまその子が牛乳飲んで低脂肪牛乳それでええやん。もう安直すぎるよな。低脂肪牛乳、ローバットミルクええやん。全然良くない。それが続いていって、先輩で太郎さんっていう
ソウルファクトリーで働いてたんです。その人もその当時神戸に住んでて一緒に練習してたんで、太郎さんも入りましょうかって。で4人になって太郎さん入ったんでティーつけましょうでローファとミルクティーになって、そのクラコっていう後輩が、就職でダンスちょっと離れなかった、その時ピーコさんがレッスン終わりに一緒に練習してくれてたんですよ、その入れ替えというかピーコさんが俺入ろうかピーコさん入ったんでパックつけましたなるほどそっからもう20年目かなんでそれ以来コンテストなんか出たことなかったんですけど、どっちかというとそのバスケとは違ってクラブショーケースやったりとか、ほんまにアンダーグラウンドのシーンで活動することが多かったんですけど、いろいろメンバー編成が変わって、結局今の僕と久江とピーコさん3人で踊るってなって、で去年ディライトに参加させてもらう、ずっとなんかこう家族みたいなチームです。なんかもうプライベートも一緒にいますし、毎年年越しも一緒に過ごす。毎年恒例です。もうまさにファミリー。はい、どういうきっかけでローハットで出ようですね。バスタとは全く違うそのマインドでやったチームなんで、常に一緒にいてて全てを共有し合う。コロナでボリューム27が本来やったら1年前に開催されてるところができず、みんながこううつうつとしてるっていうその1年を過ごして、個人的にはやっぱりなんか盛り上げたいなっていうその気持ちがやっぱ一番あったんですけど、ピーコさんとリサエとあのファイナルのステージで踊るっていうのも経験してみたいなっていうのがあって、僕が声かけたんですけど、誰の反応はどうやった？いやもう即答で OK でした。そうなん？じゃなかったんよ。こんなん出ましょうか。ほんまにナチュラルに、それこそナチュラルに作れました。マスターの作り方とは全く違うかったんですけど、もうみんなでスーって作った作品だからもうそれはもちろんフラッシュアップせなあかんともありますけど、やっぱり各々が知り尽くしてるし、ダンサーとしてのそのリスペクトっていうのは各々が各々として持ってるんで、そう信じきってるんですよ。自分があかんくてもピーコさんが絶対ここでぶちかましてくれるのみたいな、その信頼感がやっぱすごすぎて、今までそのディライトに出た感覚とは全く違う感覚でそのジャパンのステージを踏めたので、今までで一番楽しかった。結果特別賞をもらった時にめっちゃ悔しい悔しいね、やっぱ。いや悔しかったです。順位のつくものをやっぱりもらいたかったんやなっていうのは、その呼ばれてステージまで歩くその花道の時にそういう気持ちになったので、まだ頑張れるなみたいな、まだなんかこう優勝したい気持ちってあるんや。オールドスクールナイトでいうとボリューム14で久江と組んで優勝してるし、ボリューム21で花江と組んで12位このボリューム14めっちゃ覚えてるのが、ゼップナンバな多分初めてだったんですよ。そうやったっけ？なんで覚えてるかって時に、出来たてほやほやのゼップナンバのボコリに僕やられて片目見えへん。そうだっけ？アレルギーかな。こっちめちゃめちゃ充血して右目見えへんみたいな感覚で優勝したんですけどすごいな、それで優勝。いやなんかそれがあって変に感覚研ぎ澄まされてしまって、そのカッてこうゾーンに入る感覚になんか生まれて初めてバトルやってて感じたことない感覚の境地に行ったのはめちゃくちゃ覚えてる。もう音楽がほんまにこう見えるというか、すごいな。そうなんですよ。耳で聞けやとか体で感じろよみたいなのはよく言われたりとか、生徒さん後輩に言ったりするんですけど、もうなんかねこうまとってるみたいな予選の時から頭おかしなってんかなぐらい音に反応できるっていうか、音になっちゃったみたいな感覚に初めてなんですよ。羨ましい。バナコンゴに負けたけど。バナコンゴにあれは花井さんやってきた筋流れも違う大先輩なんで、めちゃめちゃ学ばせてもらったんですけど、また久江と出てた時の感覚とは違って、花江さんってやっぱりめちゃくちゃ賢い、めちゃめちゃ頭脳派やなってめっちゃ思わされましたけど、やっぱ作戦立てるのも花江さん得意やし、なんかバトルの仕方もめちゃめちゃ勉強させられました。もっと崩していったらいいんちゃうとか、そのバトルに対してのコントロールの仕方みたいなのも花江さんにすごい教わって、勉強させられたなって思うバトルでした。ベスト4やね。ワンオンワン、初めてワンオンワンっていうところやったんで、めちゃめちゃ正直な気持ちで言うと
ワンオンワンじゃなくてもう自分の踊り身一つで打ちかましたらなんぼでもいける。なんか久しぶりにやっぱ味わいがめちゃめちゃこう個人的には楽しみなのがあります。やっぱり時代の変化とともにやっぱ僕らももうね今年40歳で、まあ、そこにおじさん世代になってきて嫌やなみたいな話ですけど、まあ、世代交代してきてる中、まあ、20代の子たちもちろんティーンの子らがすごい頑張っててめちゃくちゃうまい、考えられへんと思ってて、その中でやっぱり自分たちの世代っていうのはその確固たるそのものっていうのを、まあ、常に提示していきたいっていうところと、やっぱロックやってる先輩らってやっぱかっこいいよなっていうところを僕らが先輩ら見て思ってきたように自分らもそうあるべきやなってやっぱり思うんで、そのバトルシーンっていうのは、まあ、卒業とかなくてコンテストとはまた違うマインドで常に自分らを試せる、その瞬間瞬間やってきたことを嘘つかずに、なんかバーンって出してそのまま結果として勝った負けたで帰っていくっていうのは、なんか改めて出た時にその感覚のワクワク感をなんかこう味わえた。なるほど。あ、ええなっていう全部出した感とかは僕は全然わかんないですけど、まあ、生感とかでかかった曲に対してやりきる楽しみきるっていうのがあったんで、まあ負けたからどうかとかは全然なくて、ノブもやっぱりかっこいいロッカーの一人で、そこでなんかこう上げられた感覚はめっちゃあったんですよ。俺の踊りに対してのベストで踊ってくれた誰に対しても同じような感覚で踊るんじゃなくて、今こういうふうに踊ったから俺はこういうふうにやりますっていう、そのキャッチボールというかこうせめぎ合いができた感覚はめっちゃあったんで。ノビーはねそういうところすごいよね。そうですね、めちゃめちゃ僕も好きなロッカーの一人なんで、世代で言うたらねノブはちょっと下の世代なんですけど、でもなんかずっと一緒にやってきたというかイケてるロッカーがやっぱりそうやって身近にいてくれるのは、僕もこう頑張れる一個の指標になるというか、その世代ってすごいいっぱいねいいダンサーいる。いやそうですね、同じ時代に生まれてよかったなっていうところと、その次にも期待できる、そこを見て育った子らがどうなるかみたいなところはあります。たけしといえばもう奥さんヤンマニの最後ということで、はい、そうなんです。それが神戸兵庫にとって家長いったりがあったっていうところをいつも考えてます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。僕の方もプリーゼンツの YouTube チャンネル持ってますので、ぜひ皆さん、ご覧ください。お願いします。